尾形澄子さん、当時13歳。爆心地からおよそ 0.7 キロ離れた東海地町の自宅で被爆しました。当時広島女学院高等女学校2年生だった澄子さんは、毎日学徒動員のため雑魚場町へ行っていましたが、8月6日は体調を崩し自宅にいました。潰れた家から助け出され、避難場所となっていた山手川に着いた時、黒い雨を浴びたといいます。2週間ほど経った頃、意識不明に陥り、気がついた時には一緒に被爆したおばは亡くなっていました。動員先で亡くなった多くの学友のためにも語ることが自分の使命と、今も証言活動を続けています。8月5日の朝、迫谷村のお寺に母が面会に行ってくるから言ってから出かけたんですね。だから家にはおばと私と弟2人、3歳と5歳の弟と4人で、おばが結局留守番してくれたんと思うんですけどね、そこで。で私もちょうど体調を崩して、もう学校作業を休んで家におりました。で朝トイレに行って、トイレから出た途端もう光ったのも何にも分からずに家の下敷きになって、多分気絶してたんと思うんですよね。たらおばが私の名前をもうすごい私の名前を呼ぶ叫び声で気がつきまして、でおばは私の声がするあたりをカーラを1枚ずつ上からはぐってくれて、おばは先に抜け出たらしいんですね。隙間から出て、で私を隙間から引っ張り上げてくれて、で弟たち2人を助けよう言って名前を呼んだら、ちょうどタンスの前におばと3人がね休んでたらしいんですね、その前の晩から。で大体位置が分かるから、そこらを呼んだら返事をしてきたから、ちょうどそこらは隙間があったので、そこから2人がまたそのおばが抜け出たそこへ隙間へ入って、私が上から引っ張り上げて助けました、2人を。私らが出られたのは2階が吹き飛んだからと誰を言っておばは言ってました。吹き飛んだからだから1階だけになってどうしてもね出やすかったようにね思うんですけどね。もうね火の海でした。もうね言葉も出ませんでした。そしてもう本当ね、もう本当火の海でね、私が3歳の弟をおんぶして、おばが5歳の弟をおんぶして、でおばがもう全然方角がわからないのでずっとキョロキョロしてたと、どっちが西へ逃げよう思って、で西の方はまだ火があんまりついてませんでしたからね、私らが出た時東海向こうの方を見たから、原爆ドームの方が目に入ったんと思うんですよね。その方が全部燃えてて、こっちだから西の方角はどっちかさっぱりわからないので、電話局が西電話局が見えたらしいんですよね。そこが西電話局だから、西方向だから言って、もう道も全然潰れた家の上を逃げましたね。私が一緒に逃げて、そして広瀬橋に差し掛かった時はもう橋がもう欄干が燃えていて、早く渡ってくださいって指導すごい叫び声が聞こえましたね。男の人が立っておられて、みんな水を求めてかやけどされた方なんかは暑いから川の中に入っていかれたと思うんですね。もうそれをずっと
もう一生懸命逃げるのにちょろっと見たいんですが、じっとは見られないので、もうそのちょろっと見ただけでも川の中はいっぱいでしたね。ほいで山手川にたどり着いた時には弟がもう私手をかけられませんからね、こう人のはいでたり両手がいりますから、弟なんか全然無視するような感じでした。そしたら山手川に着いた時、弟がしっかりしがみついていたからね、もう嬉しくて、弟を抱きしめて本当一緒に泣きましたね。暑い上を踏んで歩くから履物なんかないですからね、裸足で足無傷だったですけど、足の裏だけはやけどしてましたね。たどり着いてしばらくしたら真っ黒い雨が降り出しました。そしていっぱい周りの方は皆真っ黒に染まっていくんですね。そしてみんな家から出る時にもうボロボロに、服はもうほとんどない状態で、そしてボロボロのボロ切れをまとったような状態で、みんな見たら自分の姿を見たら自分もやっぱりみんなと同じように真っ黒になってね、あれしてました。で真っ黒雨で、そこの川辺ですから、川も浅いですからね、川そこでおばが弟たちを洗って、私もちゃんと洗って、そしてあそこのだからもうしばらくしたら下痢と嘔吐が始まって、その川がトイレですよね、川でそれも用を足して戻しても流れていくので、置いたらちょっと神でみんなそういう状態なんです。周りの方も全部無言で。川がね浅いから渡られたんですね、山手町の方にこっち対岸からねこう渡られたんです。そして渡ったとこが鉄道だったんです。今も同じだろう思うんですけど、そこにちょっと這い上がって町の方を見ましたら、もう町は本当火の海でしたね。まだね、もう衝撃で声も出ませんでしたね。本当なんかね、本当あれでしたね。あれですよね、原爆いうのは全然わかりませんからね。みんな本当言葉少なでしたね。ほいで来る朝に昨日までちょっとお話でもしてた人が来る日はもう亡くなってるんですよね。なんか本当すごい状況でした。地獄絵巻を見るようで、亡くなってもうそこにもう宇治が湧いてるんですね。もう暑いので一晩のうちに周りの方が亡くなっとられる方は宇治が湧いて、でもう診療所を教えてくださいってみんなやけどした人がその海岸もずっと歩かれるんですよね。本当すごい状況でした。解いた言って頃言いよったんですがね、それを男の人が両方から乗せて 2,3 人乗せてはそこで山にして、そうで100メートルぐらい向こうだったと思うんですがね、そこにみんな積んで油をかけて焼かれましたね。仮死状態の方もおられたと思うんです。今だんだん日にちが経って思うのにね、その場ではもう本当地獄絵巻のようでしたね。もう私は学校へ復学して、その時は流川校舎はないですから、牛田山の今の女学院大学の後に仮校舎が建ってたんです。そこへ通いました。320名亡くなってね、教職員と一緒で先生が7,8人と学生が310人ぐらいだ。いろいろ本に書いてありますけどね。でもうそのショックは大きかったですね。もうね、やっぱり私も6日に行ってたらもうね皆さんと一緒にねいなかったと思うんですけどね。なんか運命
と言いますか、70名亡くなってますからね、2年生は。だからでも復学した方は少ないですよ、やっぱり。原爆からはね、生存された方でも少なかったですよね。もう今は絶対やっぱり被爆体験を語っていくことが私の使命と思ってますから、だから皆さんにね語っていくべきと思います。もうね57年間は喋れませんでした。全然ねもう思い出すのが辛くて喋ることはできませんでしたね。でも58年目ぐらいにすごく友達に近くの人とか友達に励まされて、それでやっぱり語っていくべきいうのを知らされまして、やっぱり私の使命として語らんといけんかねってあれだけ320人の人のためにでも思いまして、ぼつぼつ語るようになりました。戦争は絶対いけないことと核兵器廃絶を願って今も署名活動とか一生懸命、体が続く限りはしてるんですけど、やっぱり原水爆禁止運動はずっと禁止運動を続けていきたいと思ってます。戦争反対とね、もう戦争のためにこうなったんですから、核兵器は絶対共存できないと思いますから、そういうつもりで一生懸命頑張ってます。